れは新しく登場した OZMO Pocket 4P です。そしてこちらが歴代のポケットシリーズたちです。このシリーズは世代を重ねても基本デザインを崩していないことがわかります。ただ今回登場するポケット 4P にはこれまでとは明確に違うポイントがあります。それが中望遠レンズの追加です。この中望遠レンズが加わったことにより、これまで難しかった背景を大きくぼかした表現や離れた被写体を引き寄せるようなそんな撮影ができるようになりました。実際に僕たちが撮影してきた作例を見ていただければ分かる通り、中望遠レンズの画質は本当に綺麗だと感じています。ただここで面白いのは、長年 DJI が作り上げてきた小型ジンバルカメラというジャンルについに他社メーカーが本格的に参入し始めていることです。最近レビュー動画を公開したインスタ360ルナウルトラは同じく中望遠レンズと広角レンズを搭載したまさに競合にあたる小型ジンバルカメラでした。つまり単に中望遠レンズを追加しただけのアップデートだとしたら、今後このジャンルで勝ち続けていくには少し不十分だと思います。でもそんなことはこのジャンルの先駆者である DJI が一番よくわかっているはずです。では今回のポケット 4P は何が強みとなるのでしょうか。まず外側から見える大きな魅力の一つは価格面です。広角レンズのみのポケット4が 79,200 円に対し、中望遠レンズが加わったポケット 4P の価格はこちらになっています。中望遠レンズが搭載されたにもかかわらず10倍を下回る価格設定であるということは、僕たちユーザーにとって最初に感じる大きな魅力になっています。そしてもう一つ個人的に面白いと感じたのが、ポケットシリーズで初めてカラーバリエーションが追加された点です。ポケット 4P はブラックとホワイトの2色展開で、これまでのポケットシリーズはどちらかというとカメラらしい道具感の強い印象がありましたが、ホワイトモデルが加わったことで好みや用途に合わせてカラーを選べるようになったというのは嬉しいポイントですよね。中望遠レンズの追加と価格面、そしてカラーバリエーション、ハードウェアだけを見ればポケット 4P の魅力はここまでに見えるかもしれません。でも実際に使っていく中で分かったことは中身の進化、つまりソフトウェア面の完成度が本当に高いカメラだと感じています。今回も新機能や魅力的なポイントを中心にレビューしていきますが、実際に僕たちが中国深センにある DJI 本社を訪れて感じた DJI という企業の魅力から、ポケット 4P の開発エンジニアと直接対談して分かったこのカメラの背景も含めながら今回の動画を進めていきたいと思います。ということで僕たちの OZMO Pocket 4P の徹底レビューを始めていきましょう。まずはこの新しく搭載された中望遠レンズの作例から見ていきましょう。ではまずは皆さんが一番期待しているであろう中望遠レンズから見ていきます。広角レンズは1インチセンサーを搭載し、これまでと同じ 20mmF2 のレンズ、そして中望遠側には 1.3 分の1インチセンサーと 60mmF1.8 のレンズが搭載されています。この 60mm という画角は特にポートレート撮影に使いやすい焦点距離です。これまでのポケットシリーズではどちらかというと広い画角で気軽に記録するカメラという印象が強かったんですが、中望遠レンズの追加により背景情報を整理したり被写体を引き寄せたりと、何を見せるのかをより明確に選択できる、そんなカメラへと進化しています。このレンズの切り替わり部分は iPhone のズーム機能をイメージしていただければ分かりやすいかと思います。さらに最大12倍のデジタルズームにも対応していて、離れたものを撮るという分には十分な性能です。240mm という画角を生かして圧縮効果の表現を使ったり、離れた建築物の細部まで捉えるなど Vlog などで周囲の状況を説明したい時なんかにも大いに活躍してくれます。これらのズーム操作はポケット4から採用されている物理ボタンを使うことで変更ができる設計です。ただ望遠側ではカメラが少し動くだけでも画角が大きく変わってしまうので、動きの速い被写体を撮影するのは少し難しくなります。そこで生きてくるのが進化したトラッキング機能、アクティブトラック 8.0 です。このトラッキング機能を使えば、たとえ最大の 240mm 相当で撮影していたとしても被写体をしっかりフレーム内に収め続けてくれます。障害物を避けながらの撮影や素早く動く被写体を追いかけたいシーンでも外れる心配というのがかなり少ない印象でした。
望遠レンズが追加されるとどうしても撮影難易度は上がりやすくなってしまうかもしれませんが、カメラ側が自動で被写体を追従してくれるということで、小型ジンバルカメラの魅力である手軽さを損なわずに望遠表現を楽しめるようになっています。それでは皆さん、動画性能はどうでしょうか。ポケット 4P は最大 4K60fps での動画記録に対応し、スローモーションモードであれば最大 4K240fps まで撮影することが可能です。スペックだけを見るとポケット4と大きく変わらないように感じるかもしれませんが、実際にポケット4と 4P の映像を比べてみるとその印象はまるで違います。実はこのポケット 4P の広角側には新開発の1インチセンサーが搭載されているんです。これによりダイナミックレンジが最大17ストップまで進化しました。ダイナミックレンジが何なのかについては後ほど詳しく解説します。ただまずは新しいセンサーが記録する映像を実際に見てもらうのが一番早いはずです。明暗差が激しいシーンでも明るい部分から影の部分まで肉眼で見た時に近いリアルな質感で描き切ってくれます。そのおかげで映像全体の立体感、空気感が本当に素晴らしくなりました。そしてスマートフォンと比べた時に大きな違いを感じるのが背景のボケ感です。今回は iPhone 17 Pro とも比較をしてみました。確かに最近のスマートフォンはカメラのセンサーサイズがかなり大きくなり、1インチセンサーに近いサイズまで進化してきています。でも自撮り撮影で使うインカメラはどうでしょうか。スマートフォンのインカメラはまだまだセンサーサイズが小さいことが多く、自撮り撮影でのボケ量や画質を比べてみるとこの差はかなり顕著に出やすいポイントです。ポケット 4P の場合はカメラを自分側に向けるだけで1インチセンサーと明るいレンズの画質をそのまま自撮りに使うことができるんです。ここがやっぱりスマートフォンと比べた時の大きな強みになってきます。そしてポケットシリーズは動画だけでなく写真カメラとしてもかなり優れています。ポケット4から追加されたスーパーフォトを使うことで最大3700万画素の写真撮影に対応し、ライブフォト機能によって撮影後にベストな瞬間を選ぶこともできるようになっています。ポケット4シリーズのスキントーンはとにかく自然で本当に綺麗な印象です。DJI 独自のカラーサイエンスは肌の色が不自然に変化することがなく、クリアで輝きのあるトーンに保ってくれます。この取って出しから美しいカラー設計は発信活動をする僕たちのようなコンテンツクリエイターにとって本当に嬉しいポイントですよね。そして今回想定外のサプライズが一つあります。 D-Log2 の搭載です。D-Log2 は DJI が約11年ぶりに発表した新世代のログカーブです。今回の 4P で新しくなった広角側1インチセンサーというのはまさにこの D-Log2 の性能を引き出すために用意されました。そもそもログ撮影というのは明るさや色情報をできるだけ多く残すためにあえて眠たい映像で記録する撮影方式のことで、通常の映像とは違って撮影後に色編集をする必要が出てきます。そのため色の編集という工程は増えてしまいますが、自分の好きな世界観を作ることができるようになります。実は今回この新しい D-Log2 についてポケット 4P の開発エンジニアの方に直接お話を伺うことができました。そしてその話を聞いて、この D-Log2 というのが単なるログのアップデートではないと僕たちは感じています。まず大きなポイントはダイナミックレンジが最大17ストップ以上まで拡張されているということです。そもそもダイナミックレンジとは明るい部分から暗い部分までをどれだけ幅広く記録できるかを示す性能のことで、簡単に言えばダイナミックレンジが優れているほど白飛びや黒つぶれを防いだ撮影が可能になります。ではなぜポケット 4P はここまで広いダイナミックレンジを実現できたのでしょうか。その理由の一つがイメージセンサーに搭載されたローフィック技術です。カメラのセンサーにある一つ一つのピクセルを小さなバケツに例えてみます。撮影時、光はこのバケツの中に溜まっていきます。ただこのバケツには容量の限界があり、強い光が入りすぎると溢れるように情報を記録しきれなくなってしまいます。これがいわゆる白飛びです。そこでローフィックセンサーではピクセルの横に大きな予備タンクのようなものを用意しています。バケツがいっぱいになりそうになると入りきらない光をその予備タンク側に逃がして記録する。つまり通常のピクセルだけでは受け止めきれない強い光まで記録できるようになることで、白飛びを抑えながらより広い明暗差を残せるようになります。
ただ17ストップという数字は単に白飛びがしにくいというレベルの話ではありません。DJI のエンジニア曰く、この D-Log2 というのは従来の D-Log とはカーブの設計自体が大きく変わっていて、より多くの回調をハイライト側に割り当てているそうです。そのため 18% グレーの基準位置が従来よりも少し下がっていて、同じ ISO 感度に設定していても画面が少し暗く見えるような、そんな特性があります。最初に撮影した時、同じ ISO なのに少し暗く見えるなと感じていたんですが、これは単なる露出不足ではなく、ハイライト側の情報をより多く残すためのそんな設計だったことが分かりました。つまり D-Log2 は誰でも簡単に扱うというための従来のログではなく、後から映像を本格的に作り込むために光の情報をできるだけ残しておくための、そんなログ設計となっています。だからこそダヴィンチリゾルブなどで暗部を持ち上げたり、強めに色をのせたりしたとしてもかなり粘ってくれます。色空間は BT2020 を完全カバーしているので、ダヴィンチリゾルブでカラーを大胆に動かして理想の色へ追い込んでも破綻せずにどこまでもついてきてくれます。この粘り強さはカラーグレーディングが好きな人なら一瞬で感動するレベルだと思います。もちろん今回もビジュアルパークでサンプル素材を用意しています。Osmo Pocket 4P で撮影した D-Log2 の素材をたくさん撮影してきたので、よかったらぜひ実際に触れて実際に編集をしてみてください。その方が何よりも分かりやすく実際に体感できるはずです。そしてもう一つ面白いのが ISO 感度とダイナミックレンジの関係です。D-Log2 では ISO100 から1600にかけてダイナミックレンジが段階的に伸びていきます。ISO800 でほぼ17ストップに近づき、ISO1600 ではさらに最大性能に近い状態になるとのことです。そのため開発エンジニアのおすすめ設定としては、日中の明るい環境では ISO800 もしくは ISO1600 に ND フィルターを組み合わせて撮影することで最大の性能を発揮できると、そんなことを教えてくれました。ただここで知っておいてほしいのは、 D-Log2 が従来の D-Log を完全に置き換えるような上位互換というわけではないということです。この D-Log2 で設定している状態ではそのまま望遠レンズへ切り替えることができず、一度設定画面から D-Log へ変換する必要があります。これに関しては少し手間に感じるようなポイントでした。そこで便利なのがカスタム機能です。例えば D-Log2 設定を C1 モードに登録しておいて、従来の D-Log 設定を C2 モードに登録しておく。そうすることでカスタムボタンを押すだけでログを素早く切り替えることができます。これはね、Pocket 4P を使うならかなりお勧めしたい設定です。そして今回2ヶ月前にアップデートしたばかりの Osmo Rat Pack、これを D-Log2 に完全対応させた Osmo Rat Pack G3 として皆さんにお届けします。いや、僕自身もまさかこんなに早くリニューアルするとは思っていませんでした。もちろん前回購入してくださった方は無料でアップデートが可能です。新しくなった DJI Osmo Rat Pack には合計8種類ものラットを同梱しています。このラットパックはスタンダードカラー、D-Log-M、D-Log、そして新しい D-Log2 の全てに対応したそれぞれに最適なラットを含めていて、どのカラー設定で撮影しても手軽でおしゃれな色味に仕上げることができます。8種類の世界観を持つそれぞれのラットはコントラストの弱いログ動画にワンタッチで当てるだけでここまでの高品質な色味に進化し、スタンダードカラーに専用設計したラットも含めているので、ログ撮影に抵抗がある方でもおしゃれなカラーを楽しむことができるはずです。スマホしか持っていない方でも DJI Mimo アプリからラットを登録することで簡単にカラーを変更させることができます。この Osmo ラットはポケットシリーズだけでなく Osmo アクションや Osmo Nano、Osmo360 やさらには Mavic シリーズのドローンなどでも同様に使うことができます。もちろん今後登場する DJI 製品でも問題なく使用ができるはずです。そしておかげさまでダウンロード数も1000を突破しました。皆さん本当にありがとうございます。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは夜間撮影の話に移ります。今回広角レンズのセンサーが進化したことにより夜間での撮影も向上しました。特に面白いのが低照モードの表現力でポケット4と 4P を比較した際にどちらが上という優劣ではなく、暗所撮影における設計思想の明確な違いを強く感じました。まずポケット4は最初からコントラストのはっきりとした色を出してくれる印象です。ノイズを抑えながらパッと見のインパクトをきれいに整えてくれるので、取って出しのまますぐに SNS などにシェアするという用途ならこれ以上なく扱いやすい完成度に仕上がっています。一方で 4P は暗部のディティールを無理に潰さずしっとりと滑らかに残してくれる、そんな印象です。画面全体の明るさや色味を後から自分の手で作り込むための豊かな余白がしっかり担保されているので、カラー編集までを含めて映像制作を楽しみたいような、そんなクリエイターにとっては好みのトーンを追い込める素材になってくれると思います。
そしてポケット4から搭載された補助ライトと暗所モードを組み合わせることで、たとえ光源がないような場面だったとしても表情をしっかり記録することができます。さらにスローシャッター表現もポケット4からできるようになり、新たな撮影体験を楽しめるようにもなりました。これはシャッタースピードを10分の1程度に落とすことで誰でも簡単に楽しむことができます。これらを組み合わせることによってより魅力的な夜の撮影ができるようになりました。ではここからは実際に使用してきて気になったポイントをいくつか紹介していきます。どんなカメラにも弱点というのは存在するものです。まず広角レンズと中望遠レンズで色味が若干違うということは率直に伝えておきたいポイントです。中望遠レンズは環境によっては少し色のばらつきを感じる場面もあり、映像作品を作る場合は色を調整する必要がありそうです。またレンズが切り替わる際に画角が少し変わってしまいます。レンズが縦位置で配置されているので仕方のないことではあるんですが、ズーム中に望遠カメラに切り替える際に画角が少し上に上がります。とはいえ Vlog などのカジュアルな撮影においてはほとんど気にはならないので過度に心配する必要はありません。またポケット 4P も含め現行のジンバルカメラの多くは構造上ジンバルの可動範囲に制限があります。そのため三脚に固定して自分の動きをトラッキングさせるときはもちろん、手動のジョイスティック操作であったとしても左右で可動域に差があり、限界値でカメラの動きが止まってしまいます。本体重量は約 230g でカメラが大型化されたことによりパッと手に取った時に少し後ろへ引かれるような重量バランスです。でもこれはスマホケースを変えたぐらいの感覚で、数日使ってれば 4P であるということを忘れてしまうぐらいの差だと僕は感じています。さらにポケット4ではマグネット式だった広角レンズが 4P でははめ込み式になりました。これにより脱着に少し手間がかかるようになりましたが、元のレンズが固定式だったので万が一レンズに傷がついてしまったとしても交換することができるというメリットもあります。持ち運びはポケット4のジンバルクランプの代わりに Osmo Pocket 4から採用されていたポータブルキャリーポーチになりました。ちなみに初代 Osmo Pocket ではこんなに豪華な充電ケースもあったんです。このケース、内蔵バッテリーが搭載されていて充電できる上に回転式の構造や SD カードの収納スペースなど実用的かつワクワクする仕掛けが満載なんですよね。 DJI さん、こういうアクセサリー今後の Osmo Pocket シリーズでもまた復活させてください。そして今回の Pocket 4P には合わせてワイヤレスリモコンも登場します。これにはモニターやレックボタン、ジョイスティックなど撮影に必要な機能が全て集約されています。旅先で三脚に固定して自分が映っている状態で画角を調整したり、これまで以上に自分の撮りたいシーンをワンマンでも気軽に叶えてくれる、そんな頼もしいアイテムになるはずです。バッテリー容量はどちらも 1545mAh です。4K24fps ノーマルカラー10ビットという設定で 100% からバッテリーを使い切るまで、ポケット 4P では2時間38分、ポケット4では3時間31分41秒という結果となりました。もしかするとこのポケット 4P で大きくなったカメラを支えるためのモーターの負荷などが関係しているかもしれません。また同様に 4K60fps でもテストをしてみたところ、約37分10秒で熱停止してしまう結果となりました。長時間連続して撮影する場合は注意が必要かもしれません。急速充電はバッテリー残量 0% の状態から 100% になるまでポケット4と 4P ではほぼ同等の充電時間でした。最後にハード面で絶対に触れておきたいのがポケット4から搭載された 103GB の内蔵ストレージです。これにより SD カードを家に忘れたという絶望的なトラブルがなくなるし、 4K60fps でも約2時間しっかりと本体だけで記録することができます。さらに嬉しいのが転送速度の速さですよね。実際に内蔵ストレージの上限ギリギリまで撮影した 103GB 分のデータ転送時間を測ってみたところ、わずか2分10秒で転送が完了しました。ポケット3を使っている人からするとマジでありがたいところです。ただ一つだけ、なんでストレージ 4GB 減ったん？僕は今中国の深センにある DJI の本社に来ています。この Osmo Pocket シリーズを生み出した場所です。もちろん今も Osmo Pocket 4P で撮影をしています。 DJI の中国名はダージャン・チュアシン。その名前には創新、つまりイノベーションという言葉が入っています。テック企業の大戦国時代です。このイノベーションという言葉は簡単に使われるようになりました。新しい技術、新しいデザイン、そして新しい機能、もちろんそれらも素晴らしい進化です。今回ポケット 4P の開発エンジニアの方に話を聞いたとき、一つ印象に残った言葉がありました。 DJI は競合を見て製品を作っているわけではありません。
ユーザーの核心にある本当のニーズを掘り下げています。それを聞いた時に僕の中でポケット 4P に対する見え方が変わりました。正直に言えばもっと大胆な進化を期待していた人もいると思います。そこに関しては僕自身もよくわかります。でも DJI はこのポケットシリーズが多くのユーザーの生活の中に入り込んでいるということをしっかりと理解しています。皆さん手元にあるスマートフォンを見てください。もし突然操作方法が全て変わればどうなりますか？どれだけ性能が上がったとしてもきっと戸惑ってしまうことだと思います。これと同じでポケットシリーズはもう単なるカメラではありません。旅行の思い出を残したり、子供の成長を記録したり、友人や家族との時間を撮影したり、たくさんの人の人生の中に入り込んでいる存在です。だからこそ大きく変えることのインパクトより既存ユーザーが違和感なく使い続けられて、新しいユーザーはこれまでの実績から安心して選ぶことができる、それを優先した結果でもあるんだと思います。僕たちはいつか今日撮った映像を見返しますよね。何気なく撮った街並みも友人との会話も家族との時間も、その時間は一度きりです。だからこういったカメラに本当に求められているものというのは、誰でも簡単に使えて撮りたいと思った時に迷わず記録できる、そんな至ってシンプルな設計を維持し続けるということです。その追求もまたイノベーションだと僕は思っています。最後にポケット 4P の P はプロという意味ですかと DJI の人に聞いてみました。プロのように一つの意味に限定するのではなく、名前に縛られず自由に想像して使ってほしいです。だからあえて定義はしていません、そう答えてくれました。何を撮るのか、どんな記録を残すのか、それは僕たちユーザーに委ねられています。皆さんはこのポケットシリーズを使って何を記録したいですか？ぜひ意見や感想をコメント欄に書き込んでください。ということで今回の動画はここまでになります。この動画が気に入ってくれた方はぜひグッドボタンやチャンネル登録をして応援してくれるとすごく励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。